放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。93は届かないと知りながら静かな夜だった。砦の外では遠く絶え間なく賊苦戦の気配が風に混じって低くなっている。北部戦線で聞いたあの崩れ落ちる音、押し寄せる影、何もつかめないまま後退したあの感触、それらがまだ耳の奥に残っていた。ごめん。最後に胸を満たしていた言葉だけが消えずに沈んでいる。だがこの部屋だけは戦場から切り離されたように静まり返っていた。机の上には幾振りもの武器が並んでいる。雷をまつわった炎を宿した剣、極限の環境と命を削るような願いの中でこれまで生み出してきた進化の結晶、どれもかつては奇跡だった。だが今はただ強いだけの武器に過ぎない。ユーマはその旗振りをじっと見つめていた。違う。かすれた声が誰に届くでもなくこぼれる。足りない。何かが決定的に足りない。それはもう分かっていた。素材ではない。環境でもない。魔力の濃度でも手順でもない。思い、願い、意味、考えられるものは全て試した。雷雨の中で剣を掲げたこともある。命が途切れかける瞬間に石を叩く込んだこともある。世界の理不尽に抗うように何度も進化をつかんできた。それでも届かない。ユーマは目を閉じた。まぶたの裏に浮かぶのは黒い剣、全てを拒絶する感性。触れた瞬間に理解させられる。絶対の終わり、常闇の剣、あれを超える未来がどうしても見えない。まだだ。自分に言い聞かせるようにつぶやく。止まれば終わる。分かっている。だから思考だけは手放さない。どうすれば届く。何が足りない。どこを間違えた。答えのない問いを何度も何度も繰り返す。その時遠くで低い振動音が響いた。砦の外、戦線の方角、報告を聞かなくてもわかる。また下がった王国軍の戦線が今日も後退した。胸がわずかにきしむ。けれど表情は動かない。驚きも焦りも外には出ない。もう何度も繰り返した現実だった。ゆっくりと息を吐く。視線は机の上の武器へ戻る。かつて希望だった光の残骸、触れようとして指先が止まる。震えてはいない。だが分かってしまう。心の底で別の声がささやいていることに無理だ。その言葉を必死に聞こえないふりをする。まだ何かあるはずだ。つぶやきは祈りに近か
今日は1ミリも上向かなかった。ユーマは砦の外壁にもたれ、何度目かもわからない趣向の堂々巡りに沈んでいた。進化の条件、素材の組み合わせ、環境、感情、願い、すべて試した。だが結果は変わらない。常闇の剣には届かない。ユーマ様、呼びかけに顔を上げると、兵士たちの列がゆっくりと道を開けていた。中央を進んでくるのは王家の紋章を掲げた騎士団。その後ろには厳重に封印された一つの箱が運ばれている。ざわめきが広がった。希望を恐れるような、それでもすがらずにはいられないざわめき。ユーマは心がちくりと痛むのを感じた。また期待されている逃げ場のない重さがつしりと肩へ積もっていく。騎士団長が深く膝をついた。陛下はすでにご存知です。あなたが幾度も進化を試み、その度戦線を守り抜いてきたことを福井声が淡々と続く。ですが、もはや王国の備えではこの停滞を覆せない。一瞬の沈黙ゆえに陛下は決断されました。王家が1000年守り続けてきた伝説級物騒、本来なら王族以外が触れることすら許されぬ手法をただ一人あなたに託すと。1000年、それは単なる年月ではない。王国という歴史そのものの重みだ。周囲の空気が凍りつく。それは信任ではない。祈りに近い響きだった。誰もが理解していた。ここが限界、そしてこれが最後の希望なのだと。ユーマはすぐには言葉を返せなかった。喉がカラカラに乾く。心の奥ではすでに別の声がささやいている。やめろ、もうわかっているだろ。それでも舞台を向けられたまま沈黙だけを返すことはできなかった。わかりました。声は驚くほど静かだった。その一言が落ちた瞬間、兵士たちの呼吸がわずかに戻る。だが同時に誰もが悟っていた。これで終わらなければもう終わりなのだと。騎士たちが箱を運び出す。大座が据えられ、周囲に結界符が並べられる。五醍醐の苦闘が低く唱えられ、空腹そのものが重く沈んでいく。封印布が解かれる。一枚また一枚外されるたび、周囲の光がわずかに揺らいだ。まるで中にあるものを世界そのものが恐れているかのように。最後の風具が解けた。そこにあったのは光り輝く剣じゃなかった。むしろ逆だ。周囲の光を吸い込み、思念のような輝きを宿した太振り。刀身には星屑のような文様が幾重にも刻まれ、見る角度によって遠い夜空が揺らめくように表情を変える。絵は白銀でも黄金でもない、名付けられぬ色。触れれば砕けそうな性質と山をもたつ確かな質量が矛盾なく同居していた。それは武というより祈りそのものの形だった。誰かが小さく息を飲む。兵士たちの瞳に優しく失われていた光が灯る。希望、それはあまりにも脆い光。ユーマは剣を見つめる。触れてもいないのに重さが伝わってくる。これでダメなら本当に終わり。趣向は静かだった。不思議なほどに震えも迷いもない。ただそこの見えない何かが胸の内に広がっている。手を伸ばす。触れた瞬間、かすかなぬくもりが指先を
心の奥から表明ね、祈りの形そのものを侵食していく。嘘だろ。